ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ツイッター上の有名アカウント、さくらういろう氏が、大手報道機関共同通信の記者ではないかといったことが明らかになり、インターネット上で話題になっています。このアカウントは四六時中、デマやフェイクニュース、そして誹謗中傷を繰り返すような、いわゆるヘイトアカウントと呼ばれる悪質なユーザーアカウントで、今回その中身が報道機関の記者であったということから、大きな話題となっています。一体どのような人物でどのような発言をしていたか、今回の動画ではご紹介していこうと思います。それでは、さくらういろう氏が共同通信の記者だったという記事が出ているので、これをご紹介します。ツイッターでヘイト発言を繰り返していたさくらういろうは、共同通信の社会部デスクだった。ツイッター上で過激な発言を繰り返し、炎上を繰り返していたユーザーが、大手メディア共同通信社の記者だったことが、週刊ポストの取材で分かった。ユーザー名はさくらういろう。左翼アカウントとして数年前からユーザーに認知されていた。フォロワーは 1.6 万人に上る。現在は匿名アカウントのその中身が本人と紐付けられたことから、アカウントは自ら削除したようです。そして作家の百田直樹氏や有本香里氏らの有識者に執拗に絡んでいました。その絡み方の一例です。朗報ホラノモンニュースの百田直樹氏、やっと自分をサイコパスであることを自覚する。小判ザメの有本香里氏もすかさず、天才は往々にして勝ち組サイコパスとよいしょ。つうか気づくの遅すぎなどと過激な投稿を繰り返していた。この発言を少し解説すると、現在はなくなった YouTube の人気チャンネルトラモンニュースをまずホラノモンニュース、いわゆるホラばかり吹いているという意味で馬鹿にした後、作家の百田直樹氏をサイコパスだと断定。そして百田直樹氏と一緒に出演した有本香里氏を小判ザメと馬鹿にしています。このような人を馬鹿にする、もしくは金のために発言をしているであったり、統一教会や特定の集団に利益を与えるためにこの人は活動しているといった具合にして、とにかく様々な手段で人を馬鹿にしたり、金銭目的の行動であるといったような断定など、ありとあらゆる手段で人を馬鹿にし、ヘイトを撒き散らしていたアカウントです。一般ユーザーに対しても、ネトウヨは知識が足りないなどと馬鹿にした言動が目立ち、問題視されていた。さくらういろうの発言が SNS 上で大炎上したのは昨年7月。在日ウクライナ人政治評論家のナザレンコ・アンドリー氏が、人類史上最も人を殺したカルトは共産主義というと投稿したところ、さくらういろうは、日本人は満州や朝鮮でソ連人に強姦され虐殺されました。日本人にとってナザレンコ・アンドリーさんの祖国ウクライナもまた加害者なんですよ。お金が欲しいのは仕方ないかもしれませんが、どうかインチキ宗教のお金目当てで日本人を扇動するのはやめてくださいとリプライを送っていた。これには他のユーザーから、お前の祖国は強姦の加害者だとリプで言い放つ行為のどこに正義があるのだろうなどと批判が送られるが、それ以降も祖国ウクライナを支援しようとするアンドリー氏をレイシストと糾弾したり、同氏の住所などの個人情報を拡散するなど、明らかに一線を越えた行為を繰り返していた。2月14日頃からツイッター上でさくらういろうについて、過去の SNS アカウントから氏名などの個人情報が流出していた。名前を検索すると、大手新聞社勤務を経て、現在は共同通信に在籍している記者と同姓同名の人物が該当したことで大きな話題に。メディアの人間が一般人を装ってヘイトを扇動するなんてなど厳しい声が相次いでいる。果たしてさくらういろうは共同通信の記者なのか、同社関係者が語る。さくらういろうはネットで指摘されている通り共同通信記者です。現在は名古屋社会部のデスクで、2月16日には緊急の会議が開かれました。その結果、当該記者は10日間の自宅待機が命じられた。会社としても事態を非常に重く見ているようで、すでに代わりのデスクを募集したという話もある。10日間の自宅待機の間で、ツイートを精査した上で正式な処分を下すと見られています。さくらういろう氏は共同通信によるツイート内容の精査を逃れるためにアカウントを削除した可能性も十分あります。当該記者の携帯に電話したが留守電だった。メッセージを残したが返答はない。共同通信に話を聞くと、ご質問いただいた内容については回答を控えさせていただきますと、総務局の回答があった。さくらういろうはプロフィールにこう記載していた。もともと残酷で有名でした。譲歩もない、躊躇もない、
示談も許しもありません。ナザレンコ・アンドリー氏は、サクラ・ウイローに対する裁判を検討しているという、この言葉が、今度は自身に降りかかることになるかもしれない。記事の補足です。Twitter アカウント名サクラ・ウイロー、この人物が共同通信の社会部デスクであったという話は、関係者の話では認めているのですが、会社それ自体は回答を控えており、現時点において完全な確定とは言えない状況です。ただしインターネット上ではこのような略歴などがまとめられています。本人の略歴とされるもの。2007年時点で毎日新聞中部本社記者、2017年では共同通信福岡支社編集部、2023年では共同通信名古屋支社社会部のデスクとなっています。毎日新聞から共同新聞に何年に移ったかなどは不明です。ネットには本名だとされる人物名や本人が福岡支局にいた際、地元 FM ラジオ放送に出演したことから顔写真などの情報もインターネット上に残っています。誹謗中傷、ヘイト発言を匿名で発信続けていたとしたら、とてもではありませんが、報道機関の記者としても、また一人の人間としても大いに問題のある人物であることは間違いないでしょう。まず最初に大事なことなのですが、匿名アカウントを使っている人は非常にたくさんいます。ですから、匿名アカウントイコール悪いことをしているという具合にして、イコールでつながるわけではありません。しかし、誰かを傷つけるために、もしくはデマやフェイクニュース、誹謗中傷を繰り返すために、匿名アカウントを利用して何をしてもいいんだというような行動をして良いわけでは当然ありません。しかし、匿名だからこそそのような行動をするというのであれば、その人間の本質をまさに表していると言えるでしょう。そして、このヘイトアカウントの活動時間というのは、勤務時間中であると考えられる時間でも多くツイートがされていたそうです。そして今回の件、共同通信の会社の正式発表としては、この人物イコールサクラ・ウィーロー氏であることをまだ認めてはいませんが、もしもそうであったとするならば、共同通信それ自体がまずはこの問題を把握していることを発表すべきでしょう。週刊ポストの取材によってこうですよと、他からつつかれるよりも前に、まずは事情作用があることを共同通信は示すべきでしょう。しかも関係者の話が本当に正しいのであれば、もう現時点においてはすでに会社自体として本人とサクラ・ウィーロー氏が紐付けられており、発言内容に問題がなかったかどうか精査しているというのです。基本的に精査に時間は大きくかからないでしょう。紹介されていたように話題になっていた発言などを見ても当然のように報道機関の人間がこのように匿名アカウントで誹謗中傷や攻撃的なツイートをあらゆるところに行っていたというのであれば、全く社会人としても報道機関の一員としてもふさわしいものではありません。今回ナザレンコさんは自分が被害者としてこの問題に向き合うために裁判を起こすための準備をしているそうです。このような事態が繰り返されないようにするためにも、報道機関各社はまずは社員教育の一環として、たとえ匿名アカウントでもあろうとも、誹謗中傷やデマやフェイクニュースの拡散などに加担しないように、自らが発信者になることなど断じて許されない行為であることを厳重に教えるべきでしょう。ましてやそのような行為を勤務時間中に行った社員に対しても厳罰を下すべきです。繰り返しますが、匿名アカウントが悪いわけではありません。匿名アカウントであろうと実名を出していようと、やってはいけないことそれ自体はどちらであっても同じなのです。そのようなこともわからない人物が新聞社で記事を書き続ける、もしくは誰かの書いた記事をチェックするような立場にあることは、これは非常におぞましいことだと言えるでしょう。マスコミのことをマスゴミと呼ぶ人がどんどんと増えているのは、このように自ら信用を傷つけるような行為を報道機関やそれに属する人たちがしていることは、報道機関に属している人ならもっと自覚すべきです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったらチャンネル登録とコメントの書き込み、それと投げ銭機能もあるのでぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。